はい、こんにちは。多聞丸のカンコレ、多聞丸です。本日は講談作戦春イベント2021激突文が起きやせんパート13アイアンボトムサウンドをお送りしていきたいと思います。あとイベントもね、残すところわずかとなりましたが、皆さんは攻略の方ね、どんな感じでしょうか。もう終わられた方もいらっしゃるでしょうし、今から戦いにね臨んでいかれるという方も数多くいらっしゃるとは思いますけども、そういった方であれば最後までね諦めずに空母行きま9さん、しょこんにちは。お疲れ様です。空母9さん、こんにちはです。今日もね元気にカンコレやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。今回もそうなんですけども、なかなか番組の構成上最初にね、ご挨拶という形でやっていますけども、今日は、最初にね今日の、流れというのをちょっとお話ししてから始めていこうかなと思います。もちろん攻略の方は5の3ですね。宗谷、こちらの、開講をするのを目的に、出撃をしていきます。その途中の端々で、今日は、宗谷についてちょっと話をしていこうかなと思いますので、そこら辺は、雑談という感じで聞いていただければなと思います。もちろん何か質問とかね、気になったことがありましたら、コメント等でいただけますとありがたいです。お答えできる範囲内でお答えしていきたいなというふうに思います。だいたい時間的には今日も1時間くらいで、やっていこうと思います。最後にまた今日のね、いつも今日は何の日コーナーというのを言わせてもらって、それで完了というふうにいきたいと思いますので、よろしくお願いします。出撃メンバーにつきましては前回も同様なんですけど、URL、貼ってあります。そちらの方の詳細ですね、ご覧になっていただければ幸いです。では、早速最初のね出撃の方に入っていきましょう。はい、今秘書館の方には、秋津島置いております。こちら、特に意味があるわけではなくて、もう、今月も15日が過ぎましたので、マンスリーのね輸送任務が復活しております。イベントがもうちょっとあるので、終わりましたらね、そっちのマンスリー任務の方をこうやっていこうかなと思っておりまして、その、準備としてキラ付けをしておりました。今第一艦隊にいるメンバーはですね、こうやって全部入居中になってますので、前々からちょっとありましたご出撃、第3艦隊を出撃させないで第1艦隊を出してしまうっていうことが
ありますけども、こうやっておけばね、そういった防止になりますので、キラ付けをしたカムーサジ、ちょっと第一艦隊の方で修理をしているような感じです。空母級さんも攻略の方はどんな感じでしょうか。もう大体もう今回はここまでというふうに決めている感じなんでしょうかね。これでいいのかしら。どうよ。作戦計画概要をご説明します。公団作戦、最終作戦海域、作戦要項です。基地こさあ、最初の出撃やっていきますよ。空母級さん、2ゲージ2本目で詰まってます。第2ゲージのとこでですか。確か第2ゲージは連合艦隊の出撃だったと思います。戦力が、どれだけね投入できるかが鍵となると思うので、進んでいる難易度にもよるかとは思うんですけども、行きましょう。ここまで来たらね、出せる戦力は全力で出していった方が下がりませんよ。そこです。いいのかなと思いますので、ぜひね突破されることを祈ります。こりゃあかんね。最初から、被弾をしてしまいましたね。やっぱり空襲マスはこんな私でも提督のお役に立てて本当に嬉しいです。やっていた感じだと、やっぱり機銃とかね、手法とかそういったものがないカムスほどダメージ受けてるような感じはしますけど、大破する確率は低いので、あまり気にしないでね、いきます。そしてあとはね、警戒陣で抜けていきます。各艦突撃用意、行きましょう。今日はね、冒頭でもお話ししましたけども、ソイヤについて、雑談をしていくわけなんですけども、皆さんよろしくお願いします。未だにね、その姿が見ることができるソイヤ、70年以上も経ってね、もちろんその間にはいろいろなことがあって、保存していくということもまた、日本的にはあまりそういったことがね、得意な方ではないと思いますけども、ぜひね、今後もダメだ、これはダメなやつだ。司令部ありますけどもね、2人同時に大破しちゃうと撤退なんですよね。完全にもう同時に退避できるのは1隻だけなので、今回は撤退します。こういったもの。いやー、最初からつまずきますね。艦隊が起動したかもです。ありがとうございます。補給助かります。補給ありがたいです。これでまた出撃可能です。よーし。ごめん、もっと戦いたいんだけど、ちょっちお風呂。あたた、ほんま体中が痛くてたまらんね。今まではね、攻略中にこうやって
損傷はしてたりもしたんですけど、かげろう休憩入ります。2人同時に大破というのはね、何気に初めてですね。いやー、なかなか手厳しい。こうなっちゃうとちょっと疲労抜きしないといけないので、このままちょっと雑談していくわけなんですけども、あまり聞き慣れない言葉だと思うんですが、対表構造を持つ輸送貨物船ですね。そして砕氷能力、氷を砕くという字を書くんですけども、そして最新鋭のソナーの性能を持って期待をされ、名前の方を宗谷に、していますね。こんにちは。連合レベリング行ってます。各地で、強制測量任務について活躍した後、輸送船として終戦を迎える。鹿屋さん、こんにちはです。前回に引き続き連合レベリング頑張っていらっしゃるんですね。イベントも今回で間もなくね終了となりますけど、また次のイベントがありますので、レベリングイデヤさん、こんにちは。少し遅れました。上げていけるところはね上げていきたいです。私もねできればもう少し早く、本当に宗谷の私にとってはラストの、ところなんで、大事にいきたいなというふうに思ってます。イデアさん、こんにちはです。今日も来ていただいてありがとうございます。今日はね、宗谷についてちょっと雑談を入れながら攻略の方をしていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。太平洋戦争、大東亜戦争、呼び名がね、人によってちょっと変わったりするんですけど、私のところでは大東亜戦争というふうに呼ばせてもらっています。戦闘の舞台は、広大な太平洋。ここをアメリカ海軍と、日本海軍がね、長きにわたって、戦ったわけなんですけども、かつてはその主敵はロシアですね。北方の守りということで、砕氷艦ですね。これが必要になっていました。そこで、最初に作られた砕氷艦というのが、大泊と呼ばれる船があります。ですが、この大泊という船が現存していた期間、大体何年でしょうね。17年ほどいたんですけども、当然空母級さん、鹿屋さん、イデヤさん、こんにちは。皆さん改めてこんにちはです。やはりこの砕氷艦っていう船重要なんですけどもね、なかなか主力艦と比べちゃうとちょっと優先順位が低いということもありまして、なかなか代替えできなかったんですね。建造計画は立ててはいたんですけど、なかなかそこまでこぎつけることができなくて、そうした中である一隻の貨物船に、注目が集まったわけです。その貨物船はもともとはソ連によって建造、発注によって建造されたんですけども、3000トン級の太氷構造の貨物船ですね。こんにちは。
そして当時は名前の方がボロチャベツって読むのかな。ちょっと発音がロシア風なね呼び方になっているので、もし違ってたらすいません。ボロチャベツですね。でもね、やっぱこの迷彩派手かな。そんなことないよね。ね、大抵ちゃん、そうよね。そうだよね。大抵ちゃんもそう思うよね。あ、提督、次のお仕事？次のお仕事まであともう 2,3 分ほどちょっとお待ちください。はい、そして時代が遡ったか進んで、ついにねもう戦争不可避という風になってきた時期になりまして、こちらのボロチャベツを買い取りまして、買い取ったというよりはもう引き渡しを中止して、名前の方もですね、ちょっと読み方これも間違ってたらすいません。治療丸と言うんですかね。こちらに改名されたそうなんですね。で、この時イデヤさん、どうもです。同じ姉妹館で、ボルシェビキ、これも合ってるとはちょっと自信ないな。もう一席がコムソモーレスということでね、一応3席、3姉妹という感じの砕氷船がね存在していたわけですね。そして、治療丸だけがね海軍の方で扱うことになって、残りの2隻に関しては、陸軍で、使うということになったので、今日はというかもう宗谷のことに関してしかちょっと今情報が私手元にないので、その間だけのお話になりますけど、姉妹艦がいたということだけはお伝えしたかったのでちょっとお話ししました。その後、日本近海、大陸とのね横断とか、任務をね、任務というかこれは輸送かな、そういったことをしながら、任務についていました。そしてね、この運送艦、雑用艦兼測量艦としてね、活躍していくわけなんですけども、海軍がこの、治療丸に目をつけたのは、先ほど、先代の大泊がねもうちょっと老朽化してしまったということで、代替えということもあったんですけども、実は、この船には、イギリス製の最新鋭ソナーがね搭載されていたということで、その性能のおかげでノームですよね、実際に航海をしてますと、視界が見える範囲で航行できるということばかりではないですから、当然前が全く見えないという、視界がゼロとかね、そういったことも考えられますけども、こういったものもソナーの力で切り抜けることができたということを示している通り、やはり時代はね新たな技術を求めているわけなんですよね。ということでやっと疲労が解けたようなので2回目行ってみたいと思います。この錦大兵長、
さてあげないって。錦大帝ちゃんはね、これで優秀すぎるかいいらのかしら。仕方ないね。どうよ。作戦計画概要を航空隊はあのままご説明しますでしたね。ちょっと今回はしょうがないですね。はい。公団作戦最終作戦海域作戦要項鎮痛引きます。全艦出撃。さあ今回は空襲マス乗り越えていきたい。狙うなよ狙うなよ、突撃用意行きましょう。下がりませんよ。そこです。どうだ今日は2回目。いいね。今回は抜けましたね。まあリコリスにはねいつも悩まされるけど、今回も倒させてもらったし、のお役に立てて本当に嬉しい。さあどんどんいきますよ。潜水幼女もいいね。各艦突撃用意行きましょう。そしてね、自領丸を単なる砕氷艦としてではなくて、今度はね測量艦としてもしようとしたわけですね。場所といえば千島列島や樺太、強制測量ということですから、ソ連のね妨害を排して想定をされていたようです。そしていよいよね昭和15年になって名前の方が宗谷というふうに命名されました。これによって特務艦、雑用運送艦に分類されまして、広角砲や機銃の装備、測距機の測量作業及ぶ増設の工事がね行われたようですね。提督のお役に立ててこの形が私どもの艦コレの中で宗谷が実装されている、第一形態と呼ばれるものになるんでしょうかね。そして改装が終わって昭和15年の6月、それから日にちが経って、9月ですね。ここでいよいよ横須賀真珠府に編入されて、大丈夫？初めての任務は北樺太の調査だったそうです。空襲が来たな。もうねラバウル航空隊はもう完璧な状態になってるんでね、一切損害が受けないという状況。果たしてね今後ここまで完璧なラバールが完成したということは、行きましょう。これ以降はおそらくもうソロモンでの戦いは、ないんじゃないのかなと。皆さんよろしくお願いします。だからいよいよこれからはね中央太平洋の中部海域からさらに東に進んでいくことも十分考えられますし、
はたまたそこからさらに南に行ってフィジーとかね、後続艦隊続いてください。狙ってだいぶ昔にそこまで行ったこと一回ありますけども、またそこに行ったりするのかななんて。そうなればね、完全な if 作戦になりますから、田中少将の指揮に勝るとも劣らないね。連合艦隊、計画やるじゃんか。水雷戦隊、輸送、基地航空隊、大力艦隊、潜水艦ですね。そういったいろんな、戦闘方法があるわけですけども、それらを駆使して深海戦艦をね、戦っていくんだろうなというふうに今後もなっていくだろうと思われます。そのためにはいろんな艦務たちのね長所を生かすためにも、連動をね高めていきたいので、普段の任務もね可能な限り怠わらず、攻略をして来るべき新しい作戦に向けて用意をねしていきたいなというふうに思っています。今日は道中激しいな。いけるかポスまで。セーフ。ギリギリだな。大破艦が2隻出ちゃうとね、そこでもうストップなんだから、ここはなんとかね1隻で止めてくれてありがとう。たまたまやで気にせんといてや。みゆきだよ、よろしくな。はい、みゆきよろしく。はい。では退避を選んで、進軍ですね。だいぶ退避行動も慣れたものです。でも皆さんはね、ここの選択重要なので慎重にね選んでいきましょう。私も慎重に選んでいます。今日最初のボス戦なので集中していきたいと思います。ではみんな頑張ってきてね。航空隊いい攻撃だ。第二次攻撃の用を認めます。前衛もあと1隻2隻か。下がりませんよ。そこです。荒ぶってるな。ここはあんまり荒ぶってほしくないんだけどな。これからです。いける。沈まないで。衝撃。連動の上がった高波の力お見せするかも。あとは第一艦隊いけるか。よし2隻兵士に舐めないで。少し痛いですよ。と第一艦隊攻撃よ、攻撃。こっちの水雷戦隊もだいぶダメージ受けちゃってるんで、今回は難しいかな。左舷応戦よ。魚雷の自発腕。お、鎮痛さんいい攻撃。いける。では野戦突入。支援艦隊のみんな助けて。私に続いて初言修正急いでください。戦艦ヤマト全手法全力射撃いきます。邪魔よ、海の藻くずになりなさい。よし、ヤマトが来た。これで勝てるんだ。
るしかないわね。93式酸素ギャラ葵さんのカットインが刺さる。北神様のカットインも刺さって、あとはボスのみと。もう負けないから。負けるか。そう、藤波。早波もカットインでほぼ倒してしまったけど、とどめは鎮痛3。これからです。723。ようやくね、今日の最初の1回目のね、戦闘終了となりました。みんなお疲れ様。こんな私でも提督のお役に立てて本当に嬉しいです。ちょっとね、長波が撤退してしまったのが残念ですが、まずは、最初攻略をできましたので、まずよかった。私が鳥海です。よろしくです。そして最初は鳥海さんですね。よろしくお願いします。作戦終了。艦隊が帰投したかもです。ありがとうございます。まずはボスに到達できたことが最初ありがたいです。良かったですね。これでまた出撃可能です。よーし。ごめん、もっと戦いたいんだけど、ちょっちょ。すみません。少し長いお風呂。司令、大変申し訳ありません。ちょっとお休みするね。今日から、私の住んでいる地域がね、ようやく、梅雨に入りましたということで、かのやさん、やっぱ破砕済みとハエ降りやすい海域とは言えないですね。最終戦域だしね、最終海域というのは、今までに比べればだいぶ攻略しやすいとはいえ、道中ね、対空、対戦、野戦、対空と対戦はよくあったんですけども、野戦まで入れてきたというと、過去にあったかな。欧州に行った時に1回あったような気はするんですけども、それでも今回は、野戦と言いますかね、火力のキャップが上昇されたこともあって、その恩恵をだいぶ受けることができたのと、水雷戦隊ですね、これの、アップデートが入ったおかげでだいぶ、回避がねしやすくなっている。いや、これは警戒陣の効果がやっぱ大きいんでしょうね。それがなかったらね、到底抜けていくことさえ困難となっちゃうので、ルンガ沖の再現といきましょう。今後も野戦というのはね、なんだ、長波様の出撃か。第二水雷戦隊、特に、駆逐の、夕雲型がね、今回も活躍でしたけども、長波に続け突撃する。かのやさん、遊撃部隊だから資源消費はともかくバケツが。そうですね、連合艦隊員の時に比べればまだ優しいですけどね。田中少将の指揮に勝るとも劣らないね。あとは提督やるじゃんか。支援艦隊もね、今回道中は対戦艦用のね、軽空母2隻、正規空母2隻の編成になっているので、だいぶ弾薬の消費の方はいつもに比べると少なくなっているので、継続戦闘はしやすくなってますね。服を切らせて骨を断つのよ。あとはね、基地航空隊も
もう防空には出してるとは言っても実質1部隊しか出していないので、これも燃料消費がね少なくて済んでます。ですから今までの最終海域をもし周回しようとしたら、今指摘してるおそらく 1.5 倍以上の燃料と弾薬をね消費しますので、そういった意味では今回はまだまだ優しい部分にはなるのでね。でも次回以降はそうはならないとは思いますので、今回は中規模運営さん的には中規模というふうに言われていましたけど、最終海域だけ見たらね、とても中規模とは言えない規模の戦いじゃないのかなというふうに思いますので、もしね、この次大規模だというふうに案内がされたら、いつも以上に資材のね用意をしておかないと、多分、素敵な称号ね。ね、ガリバルディ、あなたはどう思う？ね、アブレッツィね。眠っちゃったの？資材の上限も上がっていると言っても、そこまで貯めるにはね、時間も労力も必要ですし、いつも以上にこの次の作戦のことをちょっと考えると怖いですね。次の夏井が破小規模らしいですからね。ご説明します。運営さん的に言うところの小規模イベント、ということは、中規模クラスのねイベントと心構えをしておくといいかもしれないですね。公団作戦最終作戦海域作戦要項です。基地航空隊との共同作戦が可能です。出撃は3回目ですね。行ってみたいと思います。で、宗谷の話ちょっと途中だったんですけども、先ほどようやく海軍籍になって名前も宗谷になりました。最初の任務は北カラフトのね調査だったんですけども、それから続いた任務はなんと11月からはサイパンに向かって、翌年2月にも再びサイパンへ行ってということでね、ここからほとんどもう南の方で活躍しています。桜アイリスさん、こんにちはです。今日もよろしくお願いします。今日は、そうやね、会えるといいなという感じでやってます。雑談ではない、雑談ということで、宗谷についてちょっとお話ししたりもしてますので、よろしくお願いいたします。いやー、今日は空週末暴れるな。そして5月、7月とね、南の方で、また測量に当たりました。その後も、トラック諸島などね、測量を行って、桜、イリスさん、まだ出てないですか？そう、はい。私のイベントはまだ終わってない感じで、今日もどうなるかわかりませんね。下がりませんよ。そこです。連動も上がった高波の力。出るときは出るし、出ないときは出ない
ということですからね。輸送任務に使用されただけあって、第8搭載可能でしたね。そうや。なるほど。輸送任務、そうなんですよね。してましたから、第8搭載。私も早く、会ってみたいところではあるんですけどもね。そして、11月までね、ほぼ樺太、サイパン、トラック諸島というね、本当にそれから戦場海域になるところの測量を、宗谷は昭和15年の間にしているわけなんですね。もうこれだけでも、もう活躍をしているというのがわかると思います。そしてついに12月の29日に横須賀を出港して輸送物資を満載、トラックに向けて出発していきます。桜、イリスさん、確率は高いのでもうじき出ますよ。確率は結構高めになってるんですけど、確率はね、出たら 100%、出なかったら 0% ってね、ですから、私個人的にはあまり出てくれたらもうそれでもちろんいいんですけど、出会えない子はね、本当に出会えない、そういうことを今までずっと経験してきてますので、私がカンムスで一番会うことがね、難しかった子が2人いまして、1人目が谷風。この子もね、イベント中に、開講することできなかったですね。結構この時も頑張ったんですけども、あの時はもう攻略するのが精一杯だったんで、ALMI 作戦の時ですね。その戦いも無事に攻略できたので、それでまたチャンスを待っていました。その次に、苦戦したのは、解剖官の石垣ですね。この子は初登場してその何回かした後のイベントでもね、開校するチャンスがあったんですけど、それでも開校できなくて、その次ですね、ようやく開校することができました。ですから初登場から私の鎮守府実装されるまでには1年と半年くらいかかってましたね。ですからね、そうや、もし今回開校できなくても、私の中では、1年と半年以内には開校することができるだろうというふうに勝手に思っているので、ここは焦らず行きたいと思っています。たまたまやで、気にせんといてや。そしてね、トラック諸島に向けて、宗谷は出撃をしていくわけなんですけども、そこからは今度はね、今私たちが戦っているこのラバウルね、一人前のレディーとして扱ってよね。この周辺の測量を行うわけなんですね。まだ米軍が反攻を始めるほんの半年ほど前の話になりますね。もちろんこの時ももう戦いは始まっていましたから、空襲とかでね、
攻撃を受けてはいましたけども、この時はそれを回避してかわしていますから、結構、武装艦として使用された部分もありますけど、艦の性能的には結構な俊敏さを持っているんじゃないのかなというふうに見て取れます。よし、基地航空隊、いいところついてるね。よし、友永隊頼んだ。おお、なんかすごい音したおお、カノヤさん、運営ついでも、今後宗谷開放の機会を設けます、とありましたし。そうですね。あまり、ね、何が何でもっていう風にやるのはね、前にもお話ししましたけども、プレイヤーである提督のね、コンディションを、特に睡眠は重要なので、それを削ってまでやると今度はね、二次災害が起きてしまう可能性があります。二次災害というのは、戦闘の進軍や撤退、戦闘形態の選択、果ては、戦闘を戦役する前のカンムスの装備といったねことで誤ってしまうと本来の力がね発揮されませんので、あくまで生活の中心は提督の体調管理というところが一番重要だと思いますので、今日は若干涼しいですけども、水分補給はね忘れずにして楽しいカンコレライフしていきたいなと、皆さんもそういった風にされることを切に願うばかりです。結局私の出番か。さあ19区第1第2小隊、どうやる？頑張ります。いいね、磯波も浦波もカットイン。今回はだいぶ残ってるので活躍できそうですよ。これからです。やだ、思いっきり火だ。イメージ好調。下がりませんよ。そこです。カノヤさん、今イベントでもゴーチンの話がちらほら聞こえてきますね。切ないです。やはりね、時間に余裕がなくなってくると、特にプレイヤー自身がね焦ってしまってちょっと悲しいね結果になってしまうので、特に一番重要なのは、睡眠時間をねちゃんと確保することだと、ここは強くね、ギリギリだった1日、できればね8時間睡眠時間はね十分とって、それでもう、最低6時間はね、ですから1日の稼働時間というのはもう18時間なんだというふうにねやっていくことがいいんじゃないかなというふうに書いてあった本がありましたその受け売りなんですけども、高波がお役に立てたかもですか？よかった。本当に嬉しいかもですね。高波も大活躍。今日はね、MVP 取ってくれたか、今日の2回目のドロップは昇格型航空母艦2番艦妹の追格です。エアカンですよ皆さん。嬉しい追格。一生懸命やってるだけよ。
艦載機がある限り負けないわ。ついついですね。今回はちょっと出番がなかったけど、次回以降は空母機動部隊も活躍の場が必ず来るので、何はともあれ2回目終了ということですね。ご報告です。今回は撤退感がなかったので、早く一斉に来てきそうですね。補給助かります。補給ありがたいです。これでまた出撃可能です。よーし。ごめん、もっと戦いたいんだけど、ちょっちお風呂。あたた、ほんま体中が痛くてた。提督、申し訳ありません。この体ちょっとお休みするね。司令、でも今日はちょっと日中もちょっと眠気がねだいぶあるんで、昼頃はちょっと昼寝もしてきてますので万全です。ちょっと一回休息させといてと。そして、いよいよね、縁の下の力持ちとして活躍をしていきます。南方作戦が始まって、ついに、ミッドウェーのね、攻略部隊、これに宗谷も参加をします。任務は、その島を攻略した後に測量することだったんですけども、結果は皆さんも知っている通りのいうことで、中止ということになりました。その後、米軍が、ガダルカナルに上陸を敢行してきたので、その、現役任務として宗谷も輸送部隊として参加をしていきます。ただ今回のようなね、トラックの空襲とかにはトラックじゃないな、ラバールの空襲には合わなくて、その時はトラックの方に避難というかいたものですから、幸いだったということで被害はありませんでした。それでもね、11月にはソロモンに行き、12月には、部下島の測量任務にも当たって、昭和18年の1月に潜水艦から雷撃を受けてしまうんですね。これは本当に運が良かったんでしょう。不発に終わったために、セーフということなので、やっぱりこの宗谷っていう船はやっぱり運も持ち合わせているんだと思います。そこからまだまだ、ちょっと活躍は続くんですけども、出撃の方にね、行きたいと思います。落ちちゃった。これが4回目だから、今日はそうですね、あとこれを含めてあと2回ですね、出撃していっぱいですね。なんとかボスまでは到達していきたいな。作戦計画概要をご説明します。公団作戦最終作戦海域作戦要項です。では行きましょう。基地航空隊との共同作戦が可能です。第二水雷戦隊機関陣痛出撃いたします。レア艦はドロップしてるので、決してドローンは悪くないと思いたいね。行きましょう。今日は周辺の荷物落ちちゃうな。なんと大丈夫。戦闘態勢に。そして、宗谷の話に戻りますけども、
18年の中旬頃はまた各地で測量を行っていきます。提督のお役に立てて5月末本当に嬉しいです。またね空襲に遭ってしまって、この時はさすがにダメージをね負ってしまいました。測量機材がね損傷してしまったので、再び修理に戻って、それが終わってまたラバウルに戻ってきました。突撃用意行きましょう。多分そういった経緯もあって今回実装になったんじゃないのかなというふうに私的には思っています。皆さんよろしくお願いします。結構ラバウルにはねこうやって頻繁にそうや来てるんですよね。下がりませんよ。そこです。その後もね輸送任務をしていくんですけども、ここでも潜水艦から雷撃を受けるんですけども、これも被害を受けなかったんですよね。ですからここまで2回潜水艦に狙われて雷撃されて、不発だったのか、とても、雪風ほどではないでしょうけども幸運艦というふうに見てもいいんじゃないのかなというふうに思われますね。また来るんだからね。そしてねいよいよ昭和19年この時はねたまたまやでトラック島の方にいたわけなんですけども、ここで大空襲、トラック大空襲がね始まってしまいます。この時、回避行動をとっていた宗谷なんですけども、座礁をねしてしまって、一時はこのまま、放棄しなければいけないかという危険を伴っていたんですけども、なんとかこれもね座礁から脱出することができて、サイパンを経由、4月には横須賀に帰ることができました。結構ね座礁してそのままっていう船も結構というか、私がすぐパッと出るとすれば初霜なんかも初霜でよかったかな。魚雷の自発装填済みです。これからです。左舷5000や座礁してしまってそのまま放棄してしまったっていうね子も結構いますから、それを脱出できたというのも、これも行きましょう。乗っていた乗組員たちのね活躍なんでしょうね。そしてここで横須賀に帰投してから測量船としての役割を1回終了となります。ここからはね、先ほどリスナーさんからもお話がありました通り、輸送艦としての活躍がね始まります。白縫いはい。そしてパルムシロへの輸送任務についていきます。ちょうどこれが19年の5月なんですけども、そこから足掛け2年間、測量任務をずっとやってきた影響でしょうか、ボイラーが不調をきたしてしまうんですね。そのためほぼ半年は動くことができませんでした。なので19年はそれで終了と。敵艦発見。後続艦隊続いてください。当たった。いける。さあ。そしていよいよ昭和20年になります。悪いわね。もらったわ。
今度は横須賀からね室蘭に移動するんですけども、もうこの当時の制海権は、制空権ともに米軍がね持っていたような状態だったので、輸送するだけでももう特攻作戦というね、とてもとてつもなく悲壮な感を漂わせるような状態、ですので、室蘭から横須賀間の、石炭輸送任務につきついて、それに従事をしていたと。この間の戦闘というのは、あったんでしょうけども、特別記載はなくて、そのまま、終戦まで大きな損傷もなく残ることができたんですね。ここで、日本海軍は、海軍籍から、外れるというか、なくなってしまいましたからね。宗谷も数少ない、この状態で動ける状態でしたから、福音船のねに指名されて、この時は宗谷丸というふうにね名前を変えています。そして時がまた過ぎまして、昭和24年ですね。この時の海上保安庁へ移動して、また名前が宗谷に戻りました。この時は東大の補給艦として使用されて、その勇姿を名作映画「喜びも悲しみも幾創生」に登場しているということですね。ボス戦にちょっと集中していこうかな。あと第二艦隊を1隻、黒潮回避。よし。今回は結構ね乱撃かわしてくれるんでありがたいですね。今回もだいぶダメージもらってるけど、今の大破艦は出ず、ここも、野戦で決着つけましょう。みんな頑張ってきてね。私に続いて初言修正急いでください。戦艦ヤマト、よし、今日も全手法全力射撃。ヤマト頼む。キラリービーム。違う。32区鈴波了解。突撃だ。鈴波、そうか、それやるしかないわね。あと3隻。いや、追反艦の2隻をなんとかしてくれれば、あとはやらせるだよ。撃て。2級回ちょっと残ってたな。負けるか。どれ、藤波。よし、大破。あそこだ。見つけたから逃がさない。よし、追反艦は1隻のみ。魚雷の自発装填済みです。装填して OK。 大破にすればこっちの方だ。下がりませんわ。そこです。敵艦発見。後続艦隊続いてください。500。当たった。いける。これは黒潮に期待がかかる前に終わってしまった。いや、黒潮の攻撃見たかったけどな。でも勝ったからいいよね。はい、今回も
みんな頑張ってくれましたね。勝利取れました。うん。道中はだいぶきついけど。ですか？よかった。本当に嬉しいかも。ね、高波中波で500だからね。うん。みんなよしよし。貴様が司そし令官てか。、今回は私はナチ。ナチさんでした。よろしくお願いするナチさんも今回、最初の海域の方で頑張ってもらってましたからね。よろしくね。艦隊戻りました。ご報告です。さて今日も、ありがとうございます次で補給助かります。今日は最後の出撃かな。ありがたいです。最後の出撃だな。これでまた出撃可能です。よーし。すみません。少し長い司令、大変申し訳ありません。ちょっとお休みするね。ごめん、もっと戦いたいんだけど、ダメージ受けてるな。ちょっちお風呂。チートバガシ、休みもらうで。よし。少し私でいいの？あとは基地航空作戦計隊の画概要をご説明します。今回は基地航空隊が枯れることもたまにありますけど、今日は枯れてないのでいいですね。私でいいの？了解です。そして、ここでちょっと休憩というかね、疲労抜きということもありまして、最後いよいよ宗谷の本来の砕氷船として活躍の場がいよいよやってきます。昭和30年南極監査船に改造されるんですね。そして翌年の31年から37年の6年間にわたって南極観測任務に就きました。この時に太郎や次郎といったね、南極に取り残されて生き延びた犬、これ知ってる人今聞いてる方でいるかな。私の時でもね、本当にまだ小さかったのでちょっとよく理解してなかったんですけども、これはこの第1次から第3回までの間の出来事だそうです。そしてその南極観測船からも引退をして、それでもまだまだ終わらないというね。それから北方警備の巡視船として使用されましたけども、昭和53年についに退役と。ですからもうね、40年以上も活躍しております。そして今現在は、東京のね、お台場で船の科学館に係留されて見ることができます。簡単ではありましたけども、そうやね、本当に最初はソ連ですね、北方を睨んだ戦いのための破氷船として海軍に入り、その後は測量船としてね、ソロモンの戦い、直接戦闘ではないんでしょうけども、空襲も経験をした、本当にね、潜水艦の雷撃もね、受けたりもしたけども、それでも生き延びた船ですから、これで戦闘能力という点でおいてはあまり高いものではないんでしょうけども、どうよ。輸送作戦というのもね、今後数多く展開していくことになると思いますので、作戦計画概要をご説明します。船の性能自体まだ私把握してないからはっきりは言いませんけど、対戦哨戒機とかね、そういった任務もできたりするのかなというふうに感じています。というのもね、
宗谷が南極観測船になった時には、もちろん本格的な砕氷能力を持っていましたけども、後部マストがね、作業艇や、ヘリコプターのね発着交番というのも、搭載されているようになってますので、おそらく、グラフィックからも想像できる通り、補助艦艇ではありますけども、対戦紹介できるような感じもするんで、ぜひね、持たれている方はそういった活用の仕方もしてもいいのかななんていうふうに思ったりしました。講談作戦。よし、では、最終今日の作戦海域出撃最後になります。基地航空隊との共同作戦が可能です。ボスまで到達できるようにみんな祈ってやってください。よろしくお願いします。第二水雷戦隊機関陣痛出撃いたします。今日の空襲マスではね、随分苦しめられたけど、さあどうかな、最後。突撃用意行きましょう。大丈夫？最初からもう大丈夫っていう風に言われちゃうくらい激しいな。こんな私でも提督のお役に立てて本当に嬉しいです。はい。あとはそうですね、イベントの、お話もだいぶしてきましたので、今回のねイベントの方に関しては、もう一回だけ配信をねしていこうとは思っています。それは、宗谷関連になるかもしれないですし、本当にただの雑談になるかもしれませんけども、来週のそうですね、月曜日あたりでも、もしお時間がある方いらっしゃいましたら、ぜひね、その時また、カンコレのことについてお話しできたらいいなというふうに思っています。後続か急いでください。当たった。いける。さあ攻撃戦も気を抜くんじゃないぞ。これからです。今回はこの転生スイマスダメージはいけるけど、もう完全に警戒陣でね、もうゴリ押ししてる感じなんで、突破はしやすいけどノーダメでいくっていうのはあんまりないな、ここは。嘘、私が指令本当ですか？ねえ、さあどんどんいきますよ。さあ敵艦隊に撃滅するための戦闘です。大丈夫？では、今回のもう主役である警戒陣、本当に強いですよね。各艦突撃用意。この回避率がなければ到底ボスまでたどり着くことなど考えようがない。逃すわけにはいきません。参ります。今回のね、この対戦支援、近代兵装なめないで。少し本気支援もいいんですけども、道中支援で対戦支援もね、今回だいぶ勉強しましたので、次回以降もね、必要な回避にはどんどん採用していきたいですね。よし。
私の戦闘は少しは参考になったかな？ああ、お礼なんていいのよ。あとはそうですね、まあ直接宗谷とは関係ない話なんですけども、解剖艦でシガという船がいたようなんですね。こちらも戦後海上保安庁の小島という名前で活躍してたそうなんですけども、下がりませんよ。そこです。こちらに関しては千年解体をねされてしまったそうなので、思いっきり左。実にメジ艦長、惜しいことをしたなと。後続艦隊続いてください。本当に当たった。いける。後世にね伝えて残していけるような悪いわね。ものをねなくしてしまってはもう、直撃や。言葉でとかね記録でしかね伝えることができない、ちょっとそれは寂しいですからね。やっぱり形として残してあげたいですね。たまたまやで気にせんといてや。ここでフレッチャー、今回はフレッチャーだけが大破なので大丈夫ですね。またイカズチよ、雷じゃないわ。そこんとこもよろしく頼むわね。イカズチね、イカズちゃんよろしくね。この子に関してもいずれはちょっと一つ枠設けて、雑談したいなと思ってます。それはまた別のお話ですけども、よろしくね。退避を意見愚心承諾5の進軍します。はい。さあ、今日の最後の戦闘となります。単獣人みんな頑張って、いや元気に帰ってきてね。お前らの企み、私が全部達成させてやるよ。始めようか。さあ、来なさいな。始めようか。基地航空隊のみんなも今日も大活躍だ。たとえ最後の一家になっても戦いでみせます。ちょっと攻撃がだいぶ偏っちゃったな。ちょっと今回は厳しいかもしれない。砲撃よ、砲撃。砲撃戦も気を抜くんじゃないぞ。今回親潮がダメージこれからです。被害担当課になっちゃったな。敵艦発見。当たって続いてください。各艦突撃用意。行きましょう。攻撃よ、攻撃。だいぶ盛り返した。砲撃戦も気を抜くんじゃないぞ。敵艦発見。後続艦隊続いてください。狙って左舷直撃や。腕さあ最後野戦でね決着をつけましょう。断傷照射突撃します。私に続いて初言修正急いでください。戦艦ヤマト全主砲よし、全力射撃。これで行きます。いけそう。邪魔よ、海の藻くずになりなさい。そうか、やるしかないわね。よし、まずは2級を大破にして、ヤマト、これが実際の戦闘だったらね
これだけで鋼材が1000もう飛んでいくんでね、怖いな。負けるか。これは支援艦隊だからちょっとね、そういうのが消費しないんであそこだ。助かる。見つけたから逃がさない。魚雷の自発装填済みです。これからです。お、今日は高波が最後決めるか。惜しい。悪いわね、もらったわ。そして黒潮まで回らない今日は黒潮まで回らないで終わってしまったな。よし、これで無事にみんな帰ってこられる。嬉しいな。高波がお役に立てたかもですか。よかった。本当に嬉しいかもです。はい。さあ、今日最後、誰が来てくれるのかな。私が鳥海です。はい。よろしくです。一周回ってもう一回鳥海さんでしたね。今日も、よろしくお願いします。はい。艦隊戻りました。ご報告です。ということでね、出撃終了ということになりました。まあまだ若干時間はあるので、あとはね、ちょっと裏の方でも何回か出撃をして、あとそれで結果を皆さんにご報告しようかなというふうに思います。はい。では今日の、何の日コーナーやっていきたいと思います。ちょっと用意しますので少々お待ちください。はい、それでは今日の何の日コーナーを始めていきたいと思います。今日は6月の19日ですね。はい、こちら、今日は元号の日となっております。元号、こちらは、645年大化元年のこの日、蘇我氏を倒した中野大江の王子、後の天智天皇が日本初の元号大化を制定ということでね、本日はその日となっております。こちらね、今の私たちの年号は令和ということなんですが、こちらの令和になるまでにね、今まで248の元号が設定されてきました。元号についてですが、こちらは中国を中心とした
アジアの東部における起源法の一つ、一定の年数につけられる名称を指しています。中国では漢の武帝の時代に権元と定め、これが最古じゃないかと言われています。それは紀元前100年前後の話ですから、長いですね。現在日本のみで制定使用されています。ですからもう世界中でこの元号っていうのを使っているのは日本だけです。元号も、令和、その一つ前の元号、平成ですね。やっぱり平成は長かったですからね。皆さんも、思い入れがあるんじゃないのかなというふうに思います。元号についてですね、明治より前の元号っていうのは、すなわち慶応以前、天皇の皇太子以外の時でもね、改元をしていました。というのも、良きこと、吉事ですね、めでたいことがあった時、祥瑞、改元と呼ばれる、改変も行っています。また大規模な自然災害や戦乱と行った場合、これは災異改元、災いですね。こういった時にも、元号を変えていたりもしました。ですからこの元号は1年の途中で変わるということもね、あったようなので、過去に、248のね元号があったんですけど、最も多く使われていた元号は昭和、そして明治、ここは有名ですね。あと、この応永、ここはいつの時代かな、ちょっと分かりません、すいません。そして第4位が平成ですから、本当にもう私たちがねよく知ってる元号は長く使われていたわけなんですけども、その中でも短いわずか、5ヶ月、3ヶ月、2ヶ月ということでね、こういった短い元号も存在をしたりしています。というのもね、明治の改元された時に、天皇一代に元号一つ、一世一元の命乗りというのがね決まりました。なので明治以降は新天皇の即位時に改元する一世一元の制というのが現在に至っているわけなので、当然長くなっているというのが最近の元号というふうに見て取れますね。ということで、本日は6月19日、元号の日ということで紹介させていただきました。はい、という番組の構成は以上というふうになります。多聞丸のカンコレ多聞丸です。普段もねカンコレの実況配信ということで、ちょっと不定期なんですけどもやっております。今はねイベント期間中ということなので、イベント中心の配信ですが、それももう間もなく終わりを迎えますので、この後はね通常の任務であったり、雑談であったり、カンコレの楽しいところ、面白いところ、皆さんとね楽しんでいける番組にしていきたいと思いますので、
ぜひね、少しでもいいなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録などお願いをしたいと思います。ということで今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。お別れするのも寂しいですが、またね、次回この番組で皆さんとお会いしましょう。それでは失礼いたします。じゃあね。空母級さん、皆さん、お疲れ様でした。かのやさん、お疲れ様でした。ダモン丸のカンコレさん、皆さん、お疲れ様です。次回もよろしくお願いいたします。